こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回はこちらの土手のあたりを仕上げていきたいと思います。基本的な構想としましては、秋なのでもみじを大量に植えようということで準備しておりますが、少し気になった素材があったので購入してみました。それがこちらの天然素材樹木リンカンという商品で、こちらは Amazon のサイトの画像をそのままスクリーンショットしたものなんですが、見た感じ大きな素材が10本ぐらい入ったようなイメージで送られてくるかと思いきや、実際に届いたのはこんな感じのめちゃめちゃ細かい素材が大量に入ったパッケージが届いたわけでございます。それでこれどうするねんということでいろいろと考えましたが、まずは小さい素材同士をつなぎ合わせてみようということで10本程度こんな風に作ってみました。それで最も出来の良さそうなこの木に加藤のスモールプランツで葉っぱを表現したのがこちらになりまして、当初の予定ではこんなのが十数本できるという見込みだったわけなんですが、どうもやっていくうちに限界を感じまして、ちょっと違う手法で土手に直接これを貼り付けていこうと思い立ちまして作業を進めているところです。それで目指す想定した形というのがこんな風な感じで、横から見ると普通の木なんですけども、上から見るとこんな感じ。これを目指していきます。本来こういった樹木系は穴を開けてそこに突き刺す必要があるんですが、それをやりますとかなり手間なのでもう直接いっちゃっております。説明書によりますとこのような手法の記載があって、なおかつ重ねていって2段や3段にもできるようなことを書いておりますが、どうもうまくいきませんので1段の構造でそのまま施工していっております。この上に葉っぱをつけていきます。使っているのは加藤のスモールプランツ。ライトグリーンとミドルグリーンの2色を混ぜて使っております。では次にこちらを霧吹きしていきます。ちょっと水圧というか空気圧が強すぎて葉っぱの部分が飛んでしまいましたが、これをちょっと拾い集めて再度乗せております。ちょっと整えた後に今度は木工用ボンドの水溶液を垂らして固着していきます。さらにその上から葉っぱの部分をまぶしていきまして、あとは乾燥を待って完成といたします。とりあえずこういった天然素材を購入するときは通販ではなくて直接お店に行って現物を見て購入するということをお勧めしたいと思います。続きまして以前こちらの動画で紹介した芝生の達人を使って芝生を設置。よければこちらも見ていただければと思います。さらにその上からフォーリッジ類でこんな風に垂らして設置。続いてこの辺り空いているところは密集したもみじにしたいと思います。作業内容としましては、まずピンバイスで穴を開けたところに樹木の根元に接着剤を塗って突き刺していきます。この作業をひたすら繰り返していくわけなんですが、割とあるのが突き刺した時の衝撃で一部葉っぱの部分が取れちゃったりします。これはその都度補修した方がいいと思います。というのは一気に何十本か突き刺してから補修する場合、周りの毛の影響で補修しにくいというのと、どれがどれか分かんなくなって収集がつかなくなったりしますので、その都度やった方がいいということです。この時接着には草原のりを使っております。これは乾燥しますと艶消しの半透明になるので目立たないのでおすすめということです。あとは木の向きとかちょっと調整しまして、これを繰り返していきます。最初に作った輪管を加工したやつなんですが、輪管のパッケージを購入する前の段階では十数本こういうのが作れる見込みでしたが、
実際に使えるのは3、4本ということになってしまいました。では、もみじの樹木をだいたい植え終わりまして、できたのがこんな感じでございます。ただ、これだけではちょっと秋の感じが乏しいので、もう少し手を付け加えるのと、あと崖の下の方がですね、彩りが足りないので、こちらの方もやっていきたいと思います。まず土手の上の方にちょっとしたフォーリッジ、こちらはウッドランドシーニックス社の発売しているアーリーフォールというフォーリッジで、こちらを手で引き裂いてこんな風に施工しております。チャンネル登録よろしく。続きましてこちらは家の押し入れに20年ぐらい眠っていた古い来軒になります。それで来軒についてはこういった密集したところが使いやすいというか好みなので、こういう感じのところをつまんでハサミでカットします。そうしますとカットした断面が平らになりますので、そこがのりしろということになります。で、これを次々に作っていきます。次に木工用ボンド水溶液にこれを浸して並べていきまして、次に緑色のパウダー、加藤の場合ですとナノプランツというやつですが、こちらをまぶしていきます。緑色であればいろいろ使えますが、今回はブレンドの緑を使っております。これをちょっと色を変えまして、こういった茶色ですとか、あるいは赤、オレンジなどいろいろ使えるかと思います。こちらは同じ緑ですが少し明るめのもの。要するに色合いとして数種類を揃えておくといいと思います。ではこれらを設置していきます。使うのは木工用ボンド水溶液の割と濃いめのものを私は使っておりますが、こんな感じで設置していきまして、ちょっと色合いが足りないなと思ったらこんな風に追加でパウダーを巻いていきます。続きまして川の中州の方には来軒を中心にもみじも少し散りばめて配置しました。それからその岸辺の方なんですが、こちらはいわゆるプランツ類、こちらを用いましてちょっと立体的に仕上げております。加藤さんのラインナップとしてはこのような6種類が販売されておりまして、大きめのテラプランツとかギガプランツをまず巻いていくというか置いていきます。その前に草原のりを塗って、それからこういったブロック状のものなんですが少し引き裂きながら配置していきます。この時ぎっしり詰め込むようなイメージじゃなくて、
ふんわりそっと置いていくような、そんなイメージで置いていきます。というのも、あまり詰め込みしすぎますと見栄えの問題もありますが、この後こんな風に木工用ボンド水溶液を垂らしていくんですが、下まで浸透しにくいというのもあります。で、ボンドの巻き方なんですが、あまりびっしりこれを巻かなくても何度か流しますので、そこそこで問題ないかと思います。で、次にちょっと小さめのこちらはスモールプランツになるかと思いますけども、色を変えたのを巻いていって、さらに木工用ボンド水溶液を追加いたします。で、次がとどめの一撃といったところで、ナノプランツ、一番細かいパウダーを巻いていきますと出来上がりということでございます。では今回一連の作業によってできたところをまとめております。皮の中州のところにはちょっとボリュームのあるライケン類、岸辺はプランツ類を中心に仕上げております。では続きまして、今度は視点を山の上の方に変えてみたいと思います。ご覧のもみじなんですが、ちょっと色合いとして奇抜すぎるなと思いまして、これを手直ししたいと思います。実際のもみじをいろいろと見に行っておりますが、制作したジオラマの樹木と比べますと、随分柔らかなイメージを感じる次第です。極端な例になるかと思いますが、こういった微妙にしか生えてないような、こういった樹木を表現するのには模型では限界がありますので、どうしてもこんな風な密集した樹木になってしまうわけです。なので相当時間や手間暇をかけたらできなくもないとは思うんですが、時間的なパフォーマンスを考えますと、やれることというのは彩りの配置ということになろうかと思います。それで奇抜さを感じる元凶というのが赤色の樹木と判断しまして、こちらを一旦抜いた上、黄色い粉で赤色を緩和しております。使っている商品は加藤の花、こちらには4色入っておりますが、このうちの黄色を使っております。ということで、若干ですが奇抜さが解消されたかと思います。あと崖下の方もちょっと緑を追加してこんな風に出来上がりました。右の方に目をやりますと、動画の前半でお送りした部分となります。ということで今回の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。